カイロとギザ、ファラオの永遠とピラミッドの高額ナイル川の静寂をはるかに西に持ちくギザ大地は、砂漠のただ中に突如としてそびえる巨大建造物群によって、常に人類の想像力を刺激し続けてきた。その周囲を包むカイロの喧騒とは対照的に、ギザワジの流れを超えて、死者の塔としての性質を保ち続けている。二つの都市が時間的、文化的に隔たっているにもかかわらず、ナイル川という共通の大動脈が両者をつなぐ生命線として機能してきた事実こそが、エジプト文明の革新をなす。地理的な位置関係と歴史的な重層性を把握することは、この地に残された巨大建造物群の真の意義を理解する第一歩となる。ギザ大地は、ナイルデルタ西岸の石灰岩台地上に位置し、この地形がピラミッド建設に不可欠な石材の採取と運搬を容易にした。古王国期のファラオたちは、いかなる技術でこの荒涼たる砂漠に巨大建造物を築き上げたのか、その解明は、単なる工学的な謎に止まらず、当時の社会構造や宗教観を映し出す鍵となる。クフ王の大ピラミッドは、腹高約146メートル、底辺約230メートルに及ぶ規模を持ち、推定で230万個の石灰岩ブロックで構成される。平均重量約 2.5 トンの石材をいかにして大地上に運び上げ、聖地に積み上げたのか。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、巨大な外部発露の存在を記述したが、考古学的証拠は未だ発見されていない。一方で、近年発見されたあるジャルフ遺跡のパピルス文書は、ナイル川から引かれた運河を介した水路輸送の可能性を示唆している。この技術は、ピラミッド建設の時間的、労力的負担を大幅に軽減した可能性が高い。現代の技術がもたらした新たな知見もまた、この謎を深めている。スキャンピラミッドプロジェクトでは、ミューオンラジオグラフィや赤外センサーモグラフィを駆使して内部構造が解析され、30メートル以上に及ぶ大空洞が発見された。この空洞の目的は未だ明らかでないが、総裁儀礼に関連する空間であった可能性が指摘されている。さらに、北面の入り口とは別に新たな第二の入り口の存在が示唆される画像が公開された。その機能や意義についても今後の調査を待たなければならない。ピラミッドの建設目的は単なる墓所の域を超えている。紀元前24世紀のピラミッドテキストに記されるように、その形状は太陽の光線を象徴し、ファラオの来世における不死を保証するための天上の階段として機能した。この宗教的意図が当時の社会に与えた影響は計り知れない。また、ギザの三大ピラミッド、クフ、カフラ、メンカウラがオリオン座の三つ星と対応するように配置されているとする。オリオン、コリレーション、理論も詳細な検証が求められる仮説である。ギザの西方に位置するカイロは、その地層の下にメンフィスやバビロン要塞など、数千年にわたる文明の痕跡を埋蔵している。ファーティマ朝が築いた、カーヒラは、イスラム文明の牙城としてアズハル、モスクを中心とした学問の都として機能した。しかし、その歴史はイスラム到来以前に遡る。紀元前第3000年期に成立したメンフィスは、古代エジプトの最初の首都として、ギザのピラミッド建設と同時代に栄華を極めた。その後、プトレマイオス朝の時代にバビロン要塞が築かれ、ローマ支配下でも重要な軍事拠点となった。カイロの地下には、異なる時代の都市が幾重にも重なり、時の断面を垣間見せる。カイロのイスラム建築は、ファーティマ朝からマムルーク朝、オスマン帝国に至るまでの変遷を反映している。サラーフッティーンが建設したカイロ城塞は、十字軍との戦いの最前線として機能し、その城壁は中世エジプトの軍事的英知を今に伝える。一方、マムルーク朝時代のスルタン、ハサン、モスクは、イスラム建築の息を集めた傑作であり、ミナレットはカイロのスカイラインを彩る。オスマン帝国支配下では、エジプト総督府の所在地として西欧化が進み、スエズ運河開通により地政学的重要性が飛躍的に高まった。
現代のカイロは人口が2000万人を超えるメガシティへと変貌した。その繁栄の裏には交通渋滞と大気汚染、歴史的建造物の劣化という深刻な問題が横たわる。一方でギザのピラミッドを背景にイスラム式のミナレットが林立する光景はまさに古代と現代の共存を体現している。近年着工された大エジプト博物館は古代エジプトの至宝を一堂に集め、来訪者に歴史的連続性を伝える役割を担う。ナイル川という共通の大動脈がギザの死者の塔とカイロの少女の塔をつなぐ。二つの都市は時間的に隔たってはいるが、歴史は断絶せず、地理的、文化的に密接に結びついている。この地を訪れる者は、古代ファラオが追求した永遠の命と、イスラム文明が育んだ地の継承という相反する価値観の共存に気づかされる。それは、エジプト文明が内包する多創性そのものであり、人類の英知がいかに時空を超えて受け継がれてきたかを示す証左でもある。ギザの大地にそびえる巨大な石窟は、単なる墓標ではない。古代エジプト人が信仰した永遠の生命と神聖への回帰を具体化した巨大な芸術作品であり、宗教的儀式装置でもある。クフ王の大ピラミッドは、その規模だけでも圧倒的だ。高さ約147メートル、底辺一辺約230メートルに及ぶこの構造物は、約230万個の石灰岩ブロック、平均重量約 2.5 トンで構成され、総体積は約260万立方メートルに達する。だが、この数値が示すのは、単なる物理的な重量以上の意味である。外観は、古代エジプトの創造神話に由来するベンベンと呼ばれる原初の丘を象徴している。ベンベンは、太陽神ラーが現れた原点であり、世界の始まりを示す聖なる形態だ。ピラミッドの斜面はこの聖なる丘を模倣し、白い石灰岩で覆われて太陽光を反射した。遠くから見れば光の塔として輝き、王の死後、太陽の光とともに永遠に輝き続けるという信仰を視覚的に表現していた。内部構造はさらに宗教的意味を持つ。王の部屋は高さ約5メートル、幅約5メートルの空間で、北側と南側にそれぞれ約65メートルの通路が伸びている。これらの通路は天へのはしごとして機能し、王の魂が極星やオリオン座へと昇天するための経路と考えられる。最近の非破壊検査により新たな通路が発見され、王の魂が複数の天体方向へ同時に向かう可能性が示唆され、ピラミッドの宗教的多層性が浮き彫りになった天体方位にも注目すべき特徴がある。大ピラミッドは古代のミルキーウェイ中心の星にほぼ正確に向けられ、オリオン座のベルト星と同軸になるよう設計されている。この配置は、王が死後にオシリスと合一することを象徴的に示している。オシリスは死後の世界を支配する神であり、王は死を通じてオシリスと同一化し、永遠の生命を得ると信じられていた。石材の選定と加工にも宗教的意図が込められている。外壁に使用された白い石灰岩は太陽光を強く反射し、遠くからでも光り輝く効果をもたらした。これにより、王が死後に永遠の光の中で永生するという信仰が視覚的に表現された。内部では祭司団が儀式を執り行ったと考えられる。香料や血液を通路に流し込むことで、王の肉体と魂を天上の神々へ送る手続きが実施された。この儀式は、王の肉体的側面、か、と精神的側面、バー、が分離し、バーが星界へ旅立つことを促進した。儀式の詳細は、死者の書に記され、王の来世の旅路で直面する42の審判門を通過するための呪文や祈りが、壁面の象形文字で補強されていた。こうした装置は、単なる埋葬施設ではなく、宇宙論的な再生マシンだった。クフ王のピラミッド内部にある減圧室の構造は、1837年に探検家ハワード・ビゼが発見した5つの連続した天井空間で巨石の重量を分散させる工学的対策であると同時に、王の魂が昇天する際の段階的通過点としての象徴的役割を持っていた可能性が指摘されている。
各室に残された赤い記号や作業員の落書きは、建設に関わったグループ名や儀礼的意味を示すと考えられ、例えば、アクティブ、カウ、王の科は現れたという名文は、霊的存在が神々の領域へ徐々に移行する過程を視覚化したものと解釈できる。この宗教的設計は、ピラミッド群全体の配置にも反映されている。ギザ高原の3つの主要ピラミッド、クフ、カフラ、メンカウラーは、オリオン座のベルト3星とほぼ同じ相対位置に配置され、古代エジプト人が、地上の配置は天の模倣である、という天地一致思想に基づいていた証拠となる。天文学者ロバート・ボーバルが提唱したこの説は当初議論を呼んだが、衛星画像や精密測量により整合性が次第に認められつつある。さらに、ナイル川は天の川を地上に投影したものとみなされ、死者の魂がピラミッドからナイルを渡り、天の川を越えてオシリスの星界へ至ると信じられていた。こうした宇宙観は、ピラミッド建設以前のマスタバボにも包囲していた。前王朝期のエル、アマルナやサッカラに見られる泥レンガ製の長方形墳丘は、死者が地下深くへ降りる地下世界への入り口を象徴していた。それが第三王朝のイムホテプによって階段ピラミッド、サッカラという垂直の昇天構造へと進化した。6段の階段は魂が天へ昇るはしごを無償化し、死は終わりではなく天上回帰の始まりという思想が建築的に表現された。第四王朝になると、この階段構造は滑らかな四角切りへと完成した。技術的進歩であると同時に思想の進化でもあった。滑らかな斜面は太陽の光線を地上に引き下ろす光の発露として機能し、王はその光に乗って神々の世界へ帰るとされた。ヒエログリフ文献には、王は太陽の光線を昇って天へ行くという表現が繰り返し登場し、ピラミッド自体が太陽神ラーと王を接続する神聖なアンテナのような存在だった。ギザの大ピラミッドは、現代の重機なしに230万個以上の巨石を正確に積み上げた点で、人類史上最大の工学的挑戦の一つである。一説によれば、建設には約2万人の熟練労働者と季節労働者が関わり、20年以上にわたって継続された。かつては、奴隷による強制労働という誤解が広まっていたが、1990年代以降の考古学的発掘により否定された。ギザ高原東側に発見された労働者の村跡からは、十分な食料、牛肉、パン、ビール、医療設備、骨折治療痕のある骨、さらには名誉ある埋葬地までが確認され、彼らは国家から保護され、尊厳を持って働いていたことが明らかになった。石材の調達も驚異的な物流システムを伴っていた。主な石灰岩は、ナイル川向海岸のトーラー採石場からいかだで運ばれた。トーラーの石材は質が高く、白い外装用ブロックに最適だった。一方、王の間に使用された花崗岩は、南方のアスワンから1000キロ以上離れた場所から運ばれた。重さが数十トンに及ぶ巨石を水上輸送した方法は、実験考古学でもクセイカダに石材を乗せ、氾濫期のナイル川を利用したことが再現されている。遺跡絵画には、多数の労働者がロープで引き、ソリの下に水をまいて摩擦を減らしながら巨石を移動させる様子が描かれ、極めて効率的な手法だった。現場での組み立て技術も精巧だった。まず、基盤の水平調整が極めて精密に行われた。考古学者は、ピラミッドの底辺の高さ差がわずか2センチ以内であることを測定し、これは現代の超高層ビルと同等以上の精度に相当すると指摘する。この水準は、中央に浅い溝を掘り、そこに水を張って水平面を基準にした水中基準法によって達成されたと考えられる。石の加工には銅製ののみと石槌が使用されたが、硬い花崗岩の加工は長年の謎だった。近年の分析では、シリカを研磨材として用い、銅ツールと組み合わせて切断したことが判明している。X 線解説による微細断面調査では、切り口にシリカの摩耗痕が残り、湿式研磨法の使用が示唆された。
つまり水と砂を併用してゆっくりと削る地道だが確実な技術だった。上部へ石を上げる方法については螺旋状斜面説が有力である。内部から外周へ螺旋状に土の斜面を築き、そこを登りながら建設を進め、完成後に撤去するというものだ。しかし紅海沿岸の YD ジャルフで見つかったパピルス文書メラウンヌの日記は、第四王朝の高官メラウンヌが監督した石材輸送の詳細を記し、ナイルからギザまでの運河建設、ソリの軌道整備、労働者の交代制度など、実際のプロジェクト管理が克明に記されていた。特に、傾斜路の設計図に関する指示は、外部直線斜面と内部螺旋斜面の併用を示唆している。2023年に国際共同チームがミューオン放射線を用いた非破壊スキャンを行い、大ピラミッド内部に高さ数メートル、長さ30メートルの未知の空洞、ビッグギャップを発見した。この空間は施工通路や儀式的空間の可能性があり、今後の調査が待たれる。最新技術と古代の知恵の融合がピラミッド全貌解明へとつながっている。古代エジプトの建築技術は長らく失われた文明や異星人介入の陰謀論の的となってきたが、現代科学の導入で多くが合理的な人間の営みとして再評価されつつある。特にピラミッドの幾何学的配置とエネルギー集中に関する研究が注目される。2020年のカイロ大学とチェコ科学アカデミーの共同研究は、大ピラミッドが特定周波数の電磁波を共振、集中させる性質を持つことを示した。マイクロ波帯域のシミュレーションでは、内部の王の間や通路にエネルギーが収束する構造であることが判明し、古代エジプト人が音響や振動、自然エネルギーの流れを意識していた可能性が示唆された。一部研究者は、ピラミッド効果と呼び、儀式中に特定の周波数の鼓動や歌が反響し、集団催眠状態や神秘体験を誘発したと推測している。さらに、顕在分析からは、ピラミッドの石が人工的に再構成されたジオポリマーであるという説が浮上した。フランスの材料科学者ジョセリン・ドレッドは、ブロックに気泡や有機物が混入していることを指摘し、天然石材とは異なる成形プロセスを示唆した。彼女の理論では、古代人が粘土、灰、ソーダ、水を混合し、初期コンクリートを作り、現場で鋳造したという。主流派は完全に受け入れていないが、一部サンプルで化学組成の不均一性が確認され、今後の検証が必要である。ピラミッドは、知識のアーカイブとして機能した可能性もある。例えば、底辺の周囲を高さの2倍で割ると、円周率 π に近い値になるという数学的暗号が込められている。ギザ高原が地球の北半球の緯度と経度の交点に選ばれたという仮説もあり、古代人が地球のサイズや形状をある程度理解していたことを示唆する。エラトステネスが地球の大きさを算出する際、エジプトのデータを参考にしたことは史実として確認されている。このような科学としての宗教、あるいは宗教としての科学ともいえる古代の世界観は、近代の二分法とは一線を画す。宇宙の法則と神聖な秩序、マートは不可分であり、ピラミッドはその理念を物理的に体現した静止した宇宙モデルだった。21世紀のカイロは、急激な人口増加と無秩序な都市拡張により、遺産保存と現代生活の両立が課題となっている。ギザ地区では住宅街がピラミッド敷地に迫り、視界制限や振動による構造損傷のリスクが高まっている。政府はバッファゾーン設定や高層建築制限令を施行しているが、執行の甘さや腐敗が障壁となっている。それでも成功事例は存在する。2020年に完成したグランドエジプトミュージアム GEM は、文化遺産と現代技術の融合を象徴する。延べ床面積50万平方メートルを誇り、タタンカーメンの宝物をはじめとする10万点以上の文物を収蔵し、最先端の温度、湿度制御システム、
AI による来場者動線分析、VR 体験コーナーを備える。外観はガラスファサードがピラミッドの斜面を模倣し、夕暮れ時に金色に輝き、古代と現代の対話を感じさせる。GEM 建設時には地下水位上昇という予期せぬ問題が発生した。ギザ高原の地下はナイル川の浸透水で常に湿潤であり、長年の地下水膨張がピラミッド基礎の劣化要因となっている。そこで、凍結工法が採用され、土壌を液体窒素で凍らせて一時的に堅固な壁を作り、掘削中の崩落を防いだ。この技術は日本の地下鉄工事で用いられるもので、エジプトでは初の大規模適用例となった。都市計画の観点からは、カイロ北部に建設中の新行政首都も重要だ。旧市街の過密化からの脱却と国家の近代化イメージ発信を目的とし、政府機関や大使館地区、スマートシティインフラが集約され、交通渋滞や大気汚染の緩和が期待されている。一方で、この新都市がエジプトらしさをどれだけ保持できるかは疑問視され、ピラミッドやイスラム街の有機的構造とは対照的に、幾何学的で機能主義的なレイアウトが文化的アイデンティティの希薄化を懸念させている。こうした中で、若手建築家たちのポストカイロ運動が台頭している。彼らは伝統的なマシュラビアや中庭構造を取り入れ、風通しや日陰を生かした省エネ住宅を提案し、廃棄遺跡周辺の空き地をコミュニティガーデンや屋外アーカイブスペースとして再利用するプロジェクトを進めている。この草の根的試みは、遺産を封印された博物館品ではなく、生き続ける都市の一部として捉え直す動きといえる。ギザのピラミッドは、約4500年もの長期にわたり生き延びてきた。それは単なる石の山ではなく、時間そのものを操ろうとした人類の壮大な意志の結晶である。古代エジプト人は、永遠、ネヘフを個人の寿命を超えた循環的時間として捉え、暦はナイルの氾濫期、悪化、成長期、ペリト、収穫期、シェムの3期から構成され、人間の営みと自然リズムが一体化していた。ピラミッドは、この循環の中で、例外的な永続性を確保する装置だった。現代社会が気候変動や文明の持続可能性に直面する中、ピラミッドは逆説的に長期思考の重要性を問いかける。短期的利益や政治的都合に振り回される現代の都市計画とは対照的に、ピラミッドは次の1000年を見据えた設計だった。これは自らの死後も数千年にわたって機能し続けるという稀有なビジョンの産物である。近年、国際機関とエジプト政府は、ピラミッド・サステナビリティ・チャーターを発表し、遺跡周辺の環境保護、観光客負荷軽減、次世代教育プログラム整備を国際的に約束した。その冒頭には、私たちは過去の守護者ではなく、未来への橋渡しである。という言葉が刻まれ、ピラミッドが単なる過去の遺物ではなく、未来へのメッセージを内包していることが強調された。カイロとギザ、生と死、動と生、過去と現在、その二項対立を超えて、エジプト文明が紡いできたのは、連続性の美である。ピラミッドの斜面に落ちる朝日を見た旅行者は、これは終わりの記念碑ではなく、始まりの標識だ、と語った。その朝日が頂点に触れる瞬間、石表面に微細な結晶が光を反射し、古代職人が意図的に研ぎ澄ました光の鏡がよみがえるかのようだ。レーザー総員調査により、外装石の表面に 0.1mm 単位の精度で研磨された太陽光シルベム光面が存在し、朝日が東方から昇る瞬間に光線を内部通路へ誘導する天文的導管として設計された可能性が示唆された。大ピラミッドの王の間の天井石は、春分の日に太陽光動面と完全に一致するよう 1.5 度の傾斜が計算され、古代天文学者が長年にわたり星の位置を記録した結果に基づくものとされる。この観測はナイルの氾濫周期と連動し、農業歴と宗教儀礼の両方を支える宇宙的時計として機能した。
内部通路の断面形状にも驚異的な設計が隠されている。従来は単なる埋葬の道と考えられてきたが、2017年のミョン観測実験で、上部通路の壁面に微弱な音響共振領域が存在することが判明した。特定の周波数、約 120Hz の音を発すると、通路内部で音波が長時間持続し、まるで石の管楽器のように共鳴する。古代祭司は葬儀でハーメンの笛やリラの音色を奏で、音の共振が死者の魂を天へ導く振動と信じていた可能性がある。この音響設計は現代音響工学でも難易度の高い音の焦点化技術に匹敵し、石造建築が感覚を操作する儀礼的機械であったことを示唆する。労働者の作業統制にも音楽的要素があった。2022年、労働者村跡から出土した陶器片に音階を表す痕跡が多数確認された。これらは石搬送時のリズム合わせ用の労働の合図として機能し、100人以上が一斉に石を引きずる際の歩調を音楽的リズムで同期させた。音響労働管理は古代エジプトの職人階級が高度な組織知性を持っていた証であり、奴隷労働のイメージを覆す骨格分析は、労働者が栄養豊富な食事と医療ケアを受け、国家の専門職として世襲制で継承されていたことを示す。陶器には、私はピラミッドを築いたものと名が刻まれ、自己の業績を永遠に残したいという誇りが現れている。ピラミッドの石は、単なる花崗岩や石灰岩ではなく、アスワンから運ばれた特別な石である。アスワンの採石場では、木のくさびを石の亀裂に差し込み、水を注いで膨張させる水膨張法が用いられ、金属工具が未発達でも石を精密に割れることが可能だった。この技術は、現代の水圧破砕と原理が同じである。さらに、約800キロの距離をナイルの氾濫期に木製いかだで運搬したという事実は、巨大な石運びいかだに空洞と空気袋を設けて浮力を高めたことを示し、3000年前に船舶工学と類似した発想が存在したことを示す。近年の研究は、ピラミッド内部の隠された部屋も次々と明らかにしている。2023年、レーザーと AI による画像解析で、北壁裏側に長さ約9メートル、幅約2メートルの未発見空間が検出された。通路の角度と完全に一致するよう設計され、内部には金属残滓や植物繊維の痕跡が見つかっている。この部屋は、祭政の室とされ、王の遺体が埋葬後、祭司がイシスの呪文を唱えながら、生命の種子、大麦粒、ナツメヤシの枝、ミイラ化した鳥の羽を隠した可能性がある。これらは死者の魂がアヌビスの門を越えた先で再び命を吹き込まれるための宇宙的種子だったと考えられる。ピラミッドは単なる墓ではなく、宇宙の法則と人間の死生観を結びつける儀礼的宇宙船であった。古代エジプト人は石を積み上げることで星の運行と死者の旅路を物理的に再現しようとした。その哲学は、死は終わりではなく、移行である、という信念に根ざし、構造に凝縮されている。現代科学がようやく設計の緻密さに気づき始めたとき、古代職人はすでに時間を超える知の遺伝子を石に刻んでいた。この知の遺伝子は、今日のカイロの若者たちの手で新たによみがえりつつある。2025年、カイロ大学の建築学科学生は、ピラミッドの光の導線を応用した太陽追跡型公共施設を設計した。この建物は、朝日が東から昇る時間に合わせて屋根のガラス板が自動的に角度を変え、室内に光を導き、夏には日射を遮る。設計図は古代天文図をデジタル化し、AI がピラミッドの角度を学習して生成したネヘフ・リバイバルと名付けられ、SNS で広くシェアされ、古代技術を観光資源ではなく、人類共通の知的遺産と再解釈する動きが広がっている。
ピラミッドは今もなお誰かの未来を照らす灯台であり続ける。ピラミッドの石の接合部には微細な溝が多数発見されている。これらは装飾ではなく、特定の星の位置と同期する天文的ガイドラインかもしれない。2024年の精密スキャンでは、外殻石の表面に刻まれた溝がシリウスの昇る角度約 18.5 度と完全に一致し、古代エジプト人がシリウスの出現、新年の始まりとし、暦を制定したことが確認された。ピラミッドは星のカレンダーとして機能し、石一つ一つが天文学情報を持つハードディスクのようだった。ナノテクノロジー分析により、石材表面にシリコン結晶層が意図的に塗布されていた痕跡が見つかり、これは防水だけでなく光を反射、集中させる光学コーティングだった。夏至の正午、太陽が天頂に達した瞬間、ピラミッド頂部は鏡のように光を放ち、ナイルを航行する船から光の灯台として認識された。この現象は神への橋、光の柱として死者の魂が天へ昇る際の視覚的シグナルでもあった。死者の書の記述と合致し、光の設計が儀礼の一部であったことが示唆される。ピラミッドの設計には光と音だけでなく、香りの制御も含まれていた。2023年、地下トンネル群から古代の芳香装置の残骸が発見され、樹脂やミルラ、フランキンセンスを加熱して揮発させるセラミック製蒸留機が確認された。通気穴を通じて内部に香りを送り、死者の魂を浄化し神々の領域へ導く嗅覚的儀礼として機能した。現代神経科学は特定の香りが記憶や感情を誘発することを示し、古代祭司が香の心理学を3000年以上前から実践していたことを裏付ける。フランキンセンスの香りは脳波をアルファ並みに近づけ、瞑想状態を誘発する効果が臨床試験で証明され、ピラミッド内部での香り、音、光の三位一体が意図的に意識変容を促す環境を創出していた。職人たちの知識の伝承も新たな視点で捉えられている。2021年に発見されたパピルス、メラーの日記は、石切り状からギザまでの物流詳細に加え、設計図の複写方法も記している。当時、設計図は鉛板に刻み、湿ったアーザブに押し当てて転写するインクレス複写法が使われ、現場の各チームに正確な情報が迅速に配布された。この技術は世界初の図面複製システムであり、古代エジプトに組織的技術伝達の仕組みが存在したことを示す。さらに、職人間で設計暗号が使用されていたことが明らかになった。陶器の裏側や工具の絵に刻まれた三角、円、蛇の記号は、石の配置角度や重量バランスを示す工学的コードだった。例えば、蛇の頭が上向く記号は、この石は北側に設置せよを意味し、2つの三角が重なる記号は、重心の補正が必要を示した。このシンボル言語は文字を読めない労働者でも視覚的に情報を理解できるよう設計され、現代のインフォグラフィックやピクトグラムの起源と見ることができる。ピラミッドの設計には、人間の歩行リズムも計算されていた。通路の階段幅と段高は平均的な成人男性の歩幅約76センチと一致し、儀式時に祭司が一定の速度で歩けるよう設計された。歩行ごとに心拍と呼吸が一定リズムになり、トランス状態へ導く効果があったと考えられる。現代心理学の歩行瞑想がストレス軽減や集中力向上に有効とされるように、古代エジプト人は科学的に設計した可能性がある。ピラミッドの配置自体が天の川とオリオン座のベルト3星と完全に一致しているという説は、近年の衛星マッピングで裏付けられた。クフ、カフラー、メンカウラーの3つは、星の相対位置、明るさ、角度をほぼ完璧に再現している。これは偶然ではなく、
天文学者兼建築家のイムホテプの弟子たちが数十年にわたる観測データをもとに設計した結果であり、死者の魂がオシリスの星オリオンへ帰る信仰に基づき、地上に星の地図を築いたのである。このコスミックミミクリーは単なる象徴ではなく、死者の旅路を物理的にナビゲートする設計思想だった。ピラミッド群の周囲には太陽の船の遺構が存在する。クフ王の南側に埋納された全長43メートルの木造船は天上航行の儀礼用とされていたが、3D シミュレーションはこの船が空中浮遊装置ではないかという大胆な仮説を提示する。船体にはエジプト産オリベンタイトを含む樹脂が塗布され、太陽光を受けると微弱な静電気を発生させると実験結果が示された。この現象を利用し、光エネルギーによる浮揚を古代人が試みた可能性がある。実際に船体がかすかに震える、または光を放つことで、神の乗り物が天へ昇る演出がなされたと考えられ、古代のプロジェクション、マッピングの一端であったかもしれない。カイロでは古代地を都市計画に応用する動きが広がっている。ネイル・リジェネレーション計画では、ナイル沿いの老朽地区にピラミッドの通気構造を応用した自然換気タワービルが建設される。これらのビルは内部に螺旋通路を持ち、熱せられた空気が上昇するチムニーエフェクトを利用し、エアコンに頼らず涼しい空気を循環させる。設計を手掛けた女性建築家アマル・ファイズは、古代エジプト人は石の中に未来を設計した。私たちの使命は、その地を現代の命で再び息吹かせることだ、と語っている。このように、カイロとギザは過去と未来をつなぐ、時間の交差点である。ピラミッドはもはや、死の記念碑ではなく、生のための設計哲学の源流として、現代人の想像力と技術革新を刺激し続けている。石に刻まれたのは王の名ではなく、人類が宇宙と対話するための永遠の問いだった。ピラミッド内部の音響構造は特定の周波数で共振するように設計されていた。王の間に設置された花崗岩の箱は特定の音を増幅し、壁面に反響させることで神の声と称される超低周な峰を生成していた。これは祭司が儀式時に使用するシストラムという楽器の音と共鳴し、参列者にトランス状態をもたらす効果があった。現代の音響工学研究では、この空間がヘルムホルツ共鳴器として機能していたことが明らかになっている。また、ピラミッドの通路には光を導くための光の導管が組み込まれていた。上部に設けられた狭い穴から差し込む太陽光は、通路の壁面に刻まれた鏡面加工された石灰岩で反射し、王の間にまで届くようになっていた。これは、死者の魂が太陽神らの光に導かれて天井へ昇るという信仰に基づく設計である。現代の工学技術を用いたシミュレーションでも、この光の経路が特定の日にだけ完全に一致することが確認されており、古代エジプト人が天文学的知識を建築に生かしていた証拠となっている。